また、あの人と一緒にいた。あの人は黙っていた。あの人は裸の胸に俺の頭を抱いて、俺の頭を撫でてくれた。俺は彼女のことをもっと知りたかった。だから話しかけた。何歳なのか、いつ結婚したのか、旦那さんはどんな仕事をしているのか、どんなものが好きなのか。例えば、食べ物とか趣味とか。俺にとって、世界は違和感に満ちていて、薄暗い。俺には、あの人しかいなかった。彼女は優しかった。俺のつまらない問いかけに、嫌な顔をせず答えてくれた。俺が気まずい思いをしないように、気を使ってくれているのが分かった。そんな彼女の態度が、俺の心を安心させた。その時の彼女は、あの時の彼女とは違う。隣町のパチンコ屋で、一人、パチンコ玉を弾いていた彼女。あの時の彼女は、とても寂しそうだった。俺は彼女の寂しさの理由を知りたかった。でも、それを聞いたら、彼女の機嫌を損ねてしまいそうで、怖かった。でも俺は言った。パチンコ、好きなんですか？彼女は言った。パチンコはいいな。あちこちにあって、誰にでもできる。賑やかで、楽しくて、他人に煩わされることもなくて、気楽だし。でも、お金がかかる、怖いくらいに。彼女は、機嫌を損ねたりしなかった。自分の思ったことを、正直に答えてくれていた。彼女は言った。現実と向き合うのは、疲れる。だから、少しだけ目を背ける。でも、一度目を背けることを、覚えてしまうと、現実を直視することが、億劫になってしまう。そして、目を背けている時間だけが、どんどん長くなっていく。それを続けていると、ある日突然、現実の生活が崩壊することもある。でも、もしかしたら、なんとか持ちこたえられるかも。今はどちらになるかわからない。彼女の現実。一体どんな現実なんだろう。
それを知りたかった。バイト代をもらった。銀行の俺の口座に振り込まれていた。自分で稼いだお金。あの人に支払うお金。このお金があの人と俺をつないでる。これでまたあの人に会える。だからこのお金には価値がある。そういえば、俺は今までお金の価値についてよく考えたことはなかったような気がする。翌日、俺はまたあの人と一緒にいた。あの人の優しい腕が俺を抱いてくれた。あの人の肌の温かさが俺の心を救ってくれた。そして俺は自分が今生きていると実感することができた。あの人と抱き合った後、あの人がすぐに帰ってしまわないように話しかけた。俺はこんなことを言った。周囲に歩調を合わせられず、足並みを乱すやつ。周りの空気を無視して、見当外れなことをするやつ。そういうのがいるでしょ。俺もそんな風にしていたい。自分の好きにしていたいんだ。でも、迷惑なやつと思われたくない。白い目で見られるのは嫌なんだ。だから、自分を取り繕う。人の評価ってあるでしょ。例えば、学校の成績。両親の俺についての評価。近所の人たちの俺についての評価。子供の頃からこう思ってた。他人は自分よりうまくやれる。でも自分にはできない。俺も優越感が持ちたかった。勉強ができるとか、運動神経がいいとか、人よりかっこいいとか。あの人が言った。他人とうまくやる努力は必要よ。取り繕いでも何でもいい。人間は結局、一人じゃ生きていけない。世の中には世間の目がある。不快感を持たれないようにしなければいけない。町内会があるし、地域の情報交換がある。ゴミ出しのルールもあるし、
誰もが他の誰かから評価されている。今の私は世間からはみ出すのは恐ろしい。安定を失うのは恐ろしい。つまり今の私は型にはまってる。でも本当は周りを見てると言いたくなる。なんで皆背伸びしていい子ぶって我慢ばっかりして生きてるの？本当は違うでしょ。他人に調子を合わせる。好きでもないものを好きという。笑いたくないのに笑う。辛いのに平気な顔をする。きっと世の中にはそんな人が大勢いる。俺は思った。こうありたい自分と現実の自分は違う。こうあってほしい他人と現実の他人は違う。こうあるべき世界と現実の世界は違う。その違いはただ受け入れるしかない。俺の場合はこうだ。現実を受け入れようとしても受け入れきれない。現実を変えようとしてもどうしていいかわからない。それなら見切りをつければいい。理想の自分にも理想の世界にも。そうすれば楽になる。でも諦めるには勇気がいる。アルバイトをしていた。もうすぐラストオーダーの時間だった。店が閉店して片付けが終われば家に帰れるが、まだまだ時間がかかる。顔見知りが仕事中に俺に声をかけた。なあ、腹減らないか？腹は減っていた。厨房に何か客の残り物でもあって、それをもらえるのかと俺は思った。ええ、お腹減ってます。と、俺は答えた。すると、終わったらラーメン食べていこうよ。と、そいつが言った。仕事が終わったら、早く一人になりたかった。でも断るのも悪いような気がして。ええ、いいですよ。と、俺は答えた。その夜、仕事が終わって、そいつとラーメンを食べに行った。ラーメンを食べながら少し話をした。
そいつは、俺に尋ねた。大学生。どこの大学？家はどこ？いつも皆、同じことを聞く。俺も他のやつに、同じことを聞く。まあ、挨拶みたいなものだ。終電のこともあるし。そんなに時間は、かけられない。ラーメンを食べ終わると。俺たちは、駅に向かった。駅で。それぞれの方角に向かう。電車に乗った。他人に誘われる、というのは。俺にとっては、少し。気の重いことだったはずだが。その日はそれほど。苦にはならなかった。それ以来、なんとなく。そいつと話す機会が、増えた。時々、バイトが終わってから。ラーメンに誘われたので、付き合った。そいつと一緒にいても。なぜかあまり、苦にはならない。そいつの名前は、杉原と言った。人間は、一人では生きられない。人間はどこかで、誰かを、頼らなければならない。以前、あの人も、そう言った。俺はいつも一人だった。でも、俺にだってきっと、友達が必要だった。ある日、杉原が言った。お前、今、何年生？2年です。と、俺は答えた。ふーん、俺は3年。その時、杉原は少し、憂鬱そうな顔をした。俺、そろそろ、就職活動、しなくちゃいけないんだ。就職活動。それは俺が、普段、なるべく、考えないように、していることだった。ろくな就職先、ないんだろうな。と、杉原が言った。世の中は、就職難だった。世の中ってさ。なんで、こんななのかな。金稼がなくちゃならなくて。競争があって。その時、俺には、杉原の言いたいことが、わかった。杉原は自分が、競争に勝てないと思っている。格差社会で、競争に負ける。賃金が安くて、生活費もままならない。派遣労働。あるいは、ブラック企業での、過酷な長時間労働。
こんな世の中、変わればいいのにな。と、杉原が言った。俺は、そういうことは、あまり考えたくない。だから普段は、考えないようにしている。でも、いずれは俺にも、考えなければならない時が来る。将来俺は、どこかに就職する。そして仕事をする。一日中、拘束される。毎日、拘束される。毎日毎日、それが続く。俺は、拘束されるのは苦手だ。だからきっと、俺は我慢する。ただ、我慢しているだけの将来。ただ、我慢しているだけの、長い人生。そんな将来から逃げ出したい。俺は、そうじゃない人生を見つけたかった。俺は、就職のことなんて考えたくない。でも俺は、経済ってもののことを少し知ってる。俺は、経済学部の学生だった。別に経済学に興味があったわけじゃないけど、なんとなく志望した。でも俺だって少しは勉強する。試験だってあるし。経済とはお金の流れのことだ。お金は世の中を流れていく。会社から家庭に、家庭から銀行に、ショッピングセンターに、食品メーカーに、卸売業者に、配送業者に、高速道路の料金所に、ガソリンスタンドに、そしてまた家庭に。お金は流れ、世の中を、この世界を循環する。それは血液が、人間の体を循環するのと、同じだという人もいる。でもきっと、お金と血液は、別のものだ。売り買いされるものの中に、生活必需品というものがある。生活に必要なもの。食べ物、着るもの、住むところ。いわゆる、衣食住ってやつ。人間はそれを、手に入れなければならない。そしてそれを、手に入れ続けなければならない。それがないと生活できない。つまり、生きていけないんだ。だから誰もが経済と関わらざるを得ない。
誰もそこから逃げられない。経済とは、そもそも、中国の古典に出てくる、経世済民という言葉を、略したものだと言われている。意味は、世の中をよく治め、人々を苦しみから救うこと。経済とはつまり、お金を世の中に循環させて、人々を幸せにするということだ。でも、そう簡単にはいかない。世の中には常に貧しさがあったし、人類は豊かさを奪い合ってきた。大学の講義で、先生がこんなことを言っていた。どんな人間であれ、経済と関わらざるを得ません。逃れようはないのです。でも、経済の恩恵というのは、誰にでもあるわけではありません。世の中には必ず、経済の恩恵から取り残される人たちがいます。貧しさというものは昔から常にありました。少数の税を取る側の人たち、大勢の税を取られる側の人たち。そこには大きな格差がありました。税を取る側は豊かで、取られる側は貧しい。税の要求というのは、経済的な要求です。その要求は、とても厳しいものでした。過剰な要求というのは、時には人の健康を蝕み、時には精神を蝕み、時には命さえも奪います。今は昔とは違います。大きな違いは民主主義です。税を取られる側の弱者が、同時に政治権力も握っている、という事実です。民主主義、言論の自由の存在する現代では、個性は尊重されるべきものです。でも、現代においてもなお、経済というものが、必ずしも人間の個性を尊重するとは限りません。再生リスト7に続きます。